こんにちは。今回はちょっと大きめのバッグを作っていきます。で、本体はシンプルな編み方にして、ハンドル部分はちょっと凝った感じのすごく可愛い編み方で編んでいきます。使うのはダイソーさんのメランジテイストのベージュ 60g 約108メートル。手洗いができてアクリル 100% で使用かぎ針の目安が7号から8号で、これを2本一緒にして10号で編んでいきます。これを本体にして、ハンドル部分は同じくダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 ソフトブラウンで 50g 約120メートル、メイン100で使用かぎ針の目安は6号。このストラップを編むときだけ5号で編んでいきます。本体とストラップを縫い合わせるときに、ストラップと本体とその本体の内側にボタンを添えてで縫っていくとしっかりするので、もしお家にある場合にはそれも用意して編んでいきます。でなくても大丈夫です。で、ボタンはちょっと大きめの方が留めやすいと思います。で、あとはマーカーととじ針を使います。今回の底は横も縦もどんな数でも大丈夫です。なので好きな数だけ鎖を編んで、で好きな段数まで編んでいきます。で、今回私は30目鎖を編んで、11段作っていこうと思います。2本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。鎖編みを30目で、この時はちょっとゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら細編みの往復編みで底を作っていきます。細編みをするので鎖を1つ裏返して、この糸が盛り上がっているところに針を入れて細編みをしていきます。針から1、2、2つ目の裏山に針を入れて細編みをします。これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。で、次からは1つの裏山に1つずつ細編みをしていきます。まず隣の目、次も次もで、このまま端まで同じように細編みを続けます。端まで編んだら次の段のために鎖を1つ裏返して、今鎖を編んだ足元に細編みを1つ、でここにもマーカーをつけておきます。ここからはさっきと同じように1つずつ細編みを編んでいきます。隣にも細編み、次もで、同じように反対側まで編んでいきます。端まで来たら
マーカーのところにも細編みを忘れずにして、でここはちょっと目が小さくなっているので見えにくいと思うんですが、一番端のここまで細編みを忘れずにして、で次の段を編んでいきます。鎖を1つ裏返します。さっきと同じように鎖の根元に細編み、でマーカーをつけておきます。でまた同じように1つの目に1つの細編みを続けていきます。で端まで編んだら、今と同じようにこの端の目にも細編みをして、鎖1つで立ち上がって、また反対側まで編んでいって底を作っていきます。で私は11段編んでいきます。11段編んだら細編みで1周します。今10センチの29センチぐらい細編みを編んでいきます。鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編みを2つ、で1つ目にマーカーをつけておきます。同じ目にもう1つ、これで1つの目に細編みが2つ、ここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。で端まで編んでいきます。反対側まで編んだら、端の目には細編みを2つ、この目に細編みを2つ、まず1つ目、2つ目で、今回は角に細編みを2つずつ入れていきます。でこっちもで、次からは1段ごとに細編みを1つずつ入れていきます。で今細編みを編んだところはこの部分、細編みを編むときに針を入れたのはここで、この次の段から細編みを入れていきます。ここが終わったので、次の段、ここの一番端の細編みと次の細編みの間にちょっとくぼんだところがあるので、ここに針を入れて細編みをしていきます。細編みをした次の段の端のくぼんでいるところ、細編みを1つで、次の段のくぼんでいるところ、で次こういう感じで一つの目に一つの段に一つずつ細編みをしていきます。
で最後は一番足の作り目をしたところ、最初に鎖編みを30目編んだところ、ここの端往復編みをした一番下、ここに細編みを2つ、この目に細編みを2つ、1つ目、同じところに2つ目、これでこの角にも細編みが2つ、ここも2つ、ここも2つで、ここからは1つの目に1つずつ細編みをしていきます。次の角まで同じように編んでいきます。で、ここまで編んでいきます。反対側まで編んできたら、また角の目には細編みを2つ、ちょうどこの糸端が出ているところ、ここに細編みを2つ入れていきます。まず1つ目、次は2つ目、次は短い辺、さっきと同じように1段に1つずつ細編みをしていきます。で、また細編みが入っているところはこの次の段、ここの端から2つ目の細編みの間、端とその手前のくぼんだところ、次もで、今細編みをした次の段で、糸端は編みくるみながら編んでいきます。針の上に乗せて細編みを1つ、次も次もこのまま角の手前まで編んでいきます。最初の細編みが入っているところを見てみます。入っているところはここで、ここの手前の段まで細編みをして、最初の細編みに引き抜いて、これで底が出来上がりました。次は側面の模様編みをしていきます。大きめの鎖を1つ、ゆったりとした鎖を1つ、鎖の根元に中長編みを1本、中長編みは針に糸を絡めて、で鎖の根元はここに中長編みを1本、これを一度に引き抜いて中長編み、同じところにもう1本で、今中長編みの頭にマーカーをつけておきます。同じところに中長編みをもう1本、これを一度に引き抜いて中長編み、これで大きな鎖と中長編みが2本で、今回は中長編みを同じところに2本編んでいって、で模様を作っていきます。足元は1つ飛ばして
2つ目に中長編みを2本、1つ飛ばして中長編みを2本で、また1つ飛ばして中長編みを2本、これを繰り返していくだけです。1つ飛ばして1、2、中長編み、次も1、2、これだけなので簡単です。で、次もこれでぐるっと一周していきます。スタート地点まで戻ってきたら中長編みの頭に引き抜きます。最初に編んだ大きな鎖ではなくて中長編みの頭、マーカーのついているところ、ここに引き抜きます。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目で、2周目はここに同じところに2本中長編みがあるうちの2本目から始めたいので、次の目に針を入れて移動します。このまま糸を引き出して引き抜きます。この時にあまりきつくしないで緩みを調整してから、でこの上に中長編みを2本編んでいきます。で立ち上がるために大きめの鎖を1つ、これが立ち上がりになります。同じところに中長編みを2本で、1つ目にはマーカーをつけておきます。同じところにもう1本で、1つの目に中長編みを2本編んでいきます。で針を入れる場所は2本あるうちの2本目、ここに中長編みを2本ずつ編んでいきます。次も2本あるうちの2本目、これで1周します。2周目の終わりでも最初の中長編みに引き抜きます。でこれが最初に編んだ大きな鎖で、ここではなくて中長編みの頭、ここに引き抜きます。で2周目、中長編みの2本目から編んでいきたいので、引き抜き編みで1つ移動します。このまま次の中長編みの頭引っ掛けて引き出して引き抜きます。でここから中長編みを2本で、立ち上がる分は鎖1つ、大きめの鎖の1つで、同じところに中長編みを編んでいきます。1つ目の中長編みにはマーカー、後で引き抜きます。
同じところにもう一本で、次もこう中長編み2本あるうちの2本目、2周目と全く同じように編んでいきます。これを繰り返していくとこんな感じの模様になっていきます。でこれをしばらく編んで好みの深さになるまで編んでいきます。模様を数えると14個、長さは27センチ、ちなみに横幅は40センチで、細編みで同じ糸で一周します。まず鎖を一つ、根元に細編みで、一つ目の細編みにマーカーをつけておきます。次はこの隣のこの目に細編み、ここは中長編みの頭で、次も中長編みの頭、次も一つの目に一つの細編みを編んでいきます。でこのまま一つの目に一つの細編みを続けて一周します。細編みで一周してきたら最初の細編みに引き抜きます。これでこの糸の細編みが終わって、次はこの糸で細編みをしていくんですが、先にストラップを編んで最後にこの縁を細編みで一周編んでいきたいと思います。とりあえずここではもう一回引き抜き編みをするようにして糸を切っておきます。ギュッとして、次はこの糸を使ってストラップを作っていきます。でこういう感じのものを2本用意して、それぞれは長さが70から80センチ、針は5号を使います。鎖を2つ、針から1つ戻って最初の鎖に針を入れます。このまま最初の鎖の2本の糸の下、こっちとこっち、糸を引っ掛けて引き出して、この2本を引き抜きます。これが1つ目の細編み。この細編みを数えて後で長さを揃えていきたいので、この細編みを後で数えやすいようにマーカーをつけておきます。でなくても数えられるのでつけなくても大丈夫です。一応つけておいて、細編みの次は長編みを1本、長編みを編むときは普段は鎖3つで編んでいるんですが、ここでは鎖2つで編んでいきます。
次は長編み。針を入れる場所は下の細編みの真ん中で、長編みは針に糸を絡めて細編みの真ん中で糸を引き出して、この3本を2本ずつ引き抜いて長編み、鎖2つと長編み、次は細編み。今回は細編みと長編みと細編みと長編みと細編みと繰り返していきます。次は細編みを編むので、鎖を1つ戻って、この2本の糸の下、ここに針を入れて細編みを編みます。こっちは鎖2つの上の糸、こっちは長編みの上の糸、この下に針を入れて細編みを1つ、細編みの次は鎖を2つで、分かりにくい場合にはマーカーをつけておくと便利です。で、長編み真ん中で、今はちょっと見えにくいので外しておきます。細編みの真ん中、これで長編み。次は細編み。細編みをするので鎖を1つ戻って2本の糸の下、細編み、次は長編み、鎖2つで長編み、細編みの真ん中、次は細編み、これでしばらく編んでいくんですが、この状態よりもこの花びらと細編み分長くなって、反対側も同じように花びらと細編み分長くなるので、それプラスと、あと真ん中の力加減によって多少長くなったり短くなったりすると思うんですが、私の場合はこの状態で73センチまで編んで、出来上がりは80センチになりました。なのでちょっとだけ短くして編んでいった方がいいかなと思います。これをしばらく編んでいきます。細編みの次は鎖で、ここでは短めに編んでいくので、細編みで終わりにして、で花びらを編んでいきます。で、今の
細編みがこの部分、この花を作っていきます。で、細編みの数の数え方は、長編みの足が入っているところが細編み、長編みの入っているところが細編み、次も長編みの入っているところ、ここが細編みで、この細編みが花の中心になります。この細編みと花の数は同じになります。で、これを数えて39個になりました。で、80センチで、ここまで編んだら、次はこの花びらを編んでいきます。今細編みで終わっていて、次は花びら、鎖を2つ、細編みに長編み、これで鎖2つと長編みが1本、これは今までと同じです。次は鎖を3つ、同じところに針を入れて未完成の長編み、ここが同じ細編み、未完成の長編みは針に糸を絡めて、で、同じところ3本のうち2本からだけ引き抜いて、で、長編みを完成させずにもう一回同じことをします。これで未完成の長編みが2本、これを一度に引き抜いて花びらを作ります。これが花びらで、これも花びら、こことここが、こことここ、1枚目2枚目で、次は隣の花に移ります。ここを編んで、ここを編んで、次はここ、隣の花の中心に花びらを作ります。で、隣の花の中心は細編み、次の細編みに針を入れて未完成の長編み、今回は未完成の長編み2本で花びらを作っていきます。次の細編みは長編みの入っているところ、未完成の長編みが2本、これを一度に引き抜いて花びらで、また鎖を3つ、同じところに花びら、これを引き抜いて花びらで、今回はこういう感じで花びらを編んでいきます。編んでいきます。同じように端まで編んでいきます。で、次の細編み、長編みの入っているところ、
鎖を3つ、同じところ次もこの時にこの横になっているこの長編みと細編みがねじれていない方が綺麗にできるので、ここがねじれていないようにします。上が長編みで下が鎖で、ちょっとスマイルになるようにします。次はこの細編みに未完成の長編みの入っているところ、端まで編んできたら、この細編みにも花びらを作っていきます。で、今回の花は全部6枚の花びらでできています。で、今これも花びらなので、これも数えて、今花びらは3枚、あと3枚花びらを作っていきます。花びらの後には鎖を3つで、同じ細編みに花びら、この糸端は編みくるみながら編んでいきます。花びらの次は鎖を3つで、また花びらでギュッと1、2、3、4、5、あともう1枚同じところにもう1枚、これで1、2、3、4、5、6で、6枚できたら隣の花に移ります。6枚できたので次の花、こういう感じで編んでいきます。次、この糸端は外しておいて、後で針で隠していきます。6枚編んだ後に次の花の中心、未完成の長編み、この花は1、2、3、4、5、あともう1枚花びら、1、2、3、4、5、6、6枚できたら次の花、
6枚できたら次の穴、スタートしたところまで戻ってきたら、端の穴も花びら6枚にします。これで花びらが6枚、鎖を3つで、最初の花びらの鎖2つの上に引き抜きます。1、2の上、1、2の上、ここに引き抜きます。これで花模様ができました。で、今回はストラップにしたいので、強度を増すために細編みで1周します。幅もちょっと太くなってちょうどバランスが良くなると思うので、細編みを編んでいきます。で、細編みを編んでいくところは、今花びらの上から糸が出ているんですが、ちょっと戻ってここから糸を出したいと思います。このまま花びらのすぐ後ろに戻って糸を引き出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。で、これでここから糸が出たので、細編みを1つ、足元にこれを引き抜いて細編みが1つ、これが1つ目の細編みなのでマーカーをつけておきます。で、次は花びらと花びらの間の三角に細編みを3つ、鎖3つの下に細編み3つ、次は花びらと花びらの間に細編みを1つ、3つと1つと、次はまた3つ、次は1つ、次はまた3つ、鎖3つの下は細編み3つ、で1つ、3つ1つ3つと端まで編んでいきます。端まで来ても
花びらと花びらの間には細編みを3つ。で、一番端のこの三角だけはこことここだけには細編みを4つ、ここだけは4つ、ここは3つでここは4つ、端の2つだけ4つにします。これで4つ。次も4つ。これで4つ。次からは3つ。ここには3つ。で、間には1つ。で、3つ。で、これを繰り返してまたスタート地点まで戻ってきます。で、戻ってきてもこの端には、端の2つには細編みを4つ、こことここには4つ、で、このスタートした時にはここに細編みを1つも編んであるので、ここでは細編みを3つ編んでいきます。これで細編み3つと最初の1つ合わせて4個で、針で糸始末をしていきます。15センチぐらい残して細編みから糸を引きます。で、今編んだのが最後の細編み、これが最初の細編みで、最初の細編みの隣、ここに針を入れます。マーカーのすぐ隣、最初の細編みの隣、ここに手前から向こうに針を入れて、で、最後の細編みの頭から針を入れます。これが最後の細編みで、この時についでにその下の糸も通して、で、これが一つの目に見えるように長さを揃えます。これでつながったので裏で固定して隠します。一旦こっちに行ってからで、逆向きに針を通していきます。
で糸を切ります。で最初に編みくるんだ方も隠していきます。こっちは一回最初にギュッとしてあるので簡単に隠していきます。でこれを2本80センチぐらいを2本編んでいきます。で次はこの茶色い糸を使って細編みで1周します。先にストラップを編んだのはもしかしてこれで糸が足りなくなると恐ろしいので先にストラップを編んでみました。でここを内側と外側から糸を出しても2本で、これだとちょっと細すぎて物足りなかったのでもう1本切った糸を用意してで3本で編んでいきます。その場合にどれぐらい糸が必要になるかを今編んでみてどれぐらい必要だったかをお知らせしたいと思います。で編み始めは糸端の出ている少し手前10面ぐらい離して編んでいきます。で新しい糸を添えて糸を引き出します。鎖を1つ同じところに細編みマーカーをつけておきます。隣にも細編みでこの時は糸端を編みくるんでいきます。次も編みくるみながら細編みを編んでいきます。ある程度編みくるんだら糸端を向こうに外してこれを後で切っておきます。で今度はこの糸端を編みくるみながら細編みをしていきます。そうするとこの茶色い糸とベージュの糸が厚みが重ならないのでちょっとやりやすいかなと思います。見た目が綺麗になるかなと思います。でこれで一周していきます。これは後で一周します。で一周してきたらこの細編みにも細編みをしてで最後は針で糸始末をします。このマーカーのついた一つ目の細編みの隣に針を入れます。一つ目の隣で手前から向こうに針を入れます。でこの糸が一目に見えるように最後の細編みに戻ります。最後の細編みの頭上から針を入れます。でついでにその下の編み地も通って
この大きさを揃えます。揃ったら後ろで固定して隠します。一回こっちに行ってからまた戻ってこようかなと思います。逆向きにこれで本体が出来上がりました。最後にストラップを縫い付けます。この縫い付ける位置で多少長さを調節できるので、もう一度肩にかけるとかしてで長さを決めていきます。で今回私はだいたいこの縁から10センチぐらい下がって、長さ的には11センチ、ここが11センチでここが10センチで、ここは10センチ、こっちも10センチ、真ん中は 11.5 ぐらい、これぐらいの位置で縫い付けていきます。でちなみにここからここまでは54センチぐらいになりました。で使う時にはもうちょっと伸びると思います。でちょっとしっかりとさせたいので、この裏にボタンをかませてで縫い付けていきます。他の部分は試しで縫い付けてみたんですが、上から3つ目ぐらいの裏にボタンを当ててで縫ってあります。ここにボタンで留めて、その周りをもう一回周りをぐるっと縫っています。一応やってみます。まずボタンの穴に針が通るかを見てから、これを裏にこの裏に通したいので、この糸端を抜いてしまわずに残しておいて、でここら辺が丈夫そうなので、これを使ってここら辺で縫い付けていきたいと思います。こっちに出した時にボタンを通します。でまた
このボタンの裏に糸を出して、ここで一旦糸を結びたいと思います。でこの糸端を編み地の中に隠していきます。でこの部分が止まったら、ここら辺を一周します。全部と縫ってしまってもいいんですが、この花2つ分を残しておいて、ちょっとピレピレしておいて、この部分をぐるっと一周編んでいこうと思います。目立たないこの時も糸端を抜いてしまわずに残しておきます。ぐるっと編んできたら、最後に最初の糸端と結んで、それぞれを隠していきます。こんな感じで出来上がりました。でサイズを測っていきます。横幅は40センチの深さは上から下までで29センチで、そこは30センチと10センチで、一応ストラップの長さは54センチで出来上がりました。すごく大きなサイズで出来上がりました。でこの底の丸みもちょうど可愛く出来上がりました。でここはシンプルで、こっちは可愛い模様で、肩にかけた時に
こういう感じで真正面とあと背中から見た時に可愛い模様が見えると思います。で裏もボタンをつけてみてしっかりするようにしてみました。で編み地も厚いので使いやすいと思います。ここもちょっと残っている分が可愛い感じです。よかったら作ってみてください。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。